皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国による日本領奪取に向けての動き、尖閣諸島周辺での日中の攻防について取り上げていきます。尖閣諸島は日本領なわけですが、中国や台湾はいやいやそこは我々の土地だということを主張しています。これは近年になってからのことで、その中においても中国は軍拡を続けています。その軍拡の影響もあって、この尖閣諸島周辺に武装した船を配備し、そして日本側への圧迫というものを日々強めているような状況です。日本側は海上保安庁の船を配備して、中国側の船が領海に入るたびに出て行けと警告するわけですが、口だけの抗議というものが続いている状況です。そして世界を見渡してみれば、現在は新型コロナウイルスによるパンデミックが欧米を襲っている最中です。そのため政治的な間隙を縫って中国が南シナ海での実効支配を強めていたり、東シナ海においても日本側の出方というものを伺っているような状況です。日本は新型コロナウイルスによる被害というものは欧米に比べれば少ないものの、安倍政権の対応といったものには様々な問題があり、日本国内は揺れています。そうした状況もあって中国は一歩踏み込んできたという印象があります。それでは新型コロナウイルスの騒動の影に隠れて、一体今、尖閣諸島で何が起こっているのか、関連ニュースを見ていきましょう。中国公船が日本漁船に接近、追尾も。尖閣周辺。第11管区海上保安本部は9日、尖閣周辺を航行中の中国公船4隻が8日午後4時頃から約2時間相次いで領海に侵入。そのうち2隻が漁船に接近・追尾したと明らかにした。海保が領海から退去するよう警告し、漁船の周囲に巡視船を配備して安全を確保した。漁船に乗っていた3人に怪我はなかった。昨年5月にも同様の事案があり、2008年に中国船が尖閣周辺で確認されるようになってから、今回で2回目という。4隻は9日も尖閣周辺の領海外側にある接続水域を航行し、1隻は機関砲のようなものを搭載。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは26日連続となった。今回の事案を受けて日本政府はこのような対応を行いました。中国の領海侵入、新型コロナの連携に影響ないよう前向きな対応、菅氏。菅官房長官は11日の記者会見で、尖閣諸島周辺で中国海警局の船が3日連続で領海侵入したことに関し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて、日中を含む国際社会の緊密な連携が特に求められる中で、そのような連携、協力に影響を与えないためにも、中国側の前向きな対応を強く求めていきたいと述べた。菅氏は、中国公船が我が国の領海へ侵入して、日本漁船を追尾している間、現場海域では海上保安庁の巡視船から中国公船に対し領海からの退去警告を重ねて実施したとした上で、日本漁船の保護の観点から周囲に巡視船を配備し安全を確保するよう指示していると述べた。また中国側に対しては8日から10日にかけて外交ルートで厳重に抗議し、日本漁船への接近や追尾を直ちに中止し、速やかに領海から退去するよう強く求めたと説明。中国との間で様々な懸案があるが、これまでも首脳会談を含むハイレベルなやり取りの際にも中国側に対してしっかり提起をしている。引き続き主張すべき点はしっかり主張すると語った。この抗議を受けて中国側は以下のような反応を見せました。尖閣追跡で中国報道官騒ぎを起こすな。日本に責任転嫁。尖閣諸島周辺の領海に侵入した中国海警局の船が日本漁船を追尾した問題で、中国外務省の張報道官は11日、海上保安庁の巡視船が現場で漁船の安全を確保したことについて違法な妨害を行ったと非難し、日本は尖閣諸島の問題において新たな騒ぎを起こさないよう希望すると述べて責任を日本側に転嫁した。張氏は外交ルートを通じて日本側に厳正な申し入れを行ったことを明らかにした上で、中日両国は力を集中して感染症と戦うべきだと発言した。張氏は中国の領海で違法操業している日本漁船を発見した中国海警局の船が法に基づいて追尾監視したと主張。尖閣諸島の海域を巡航することは中国側の固有の権利だと強調した。なお記事中では中国側は尖閣の名前を使っていませんが、読みとしては尖閣を使用しました。そしてその後、尖閣周辺に中国船29日連続。
尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で12日、中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは29日連続。一隻は機関砲のようなものを搭載、領海に近づかないよう巡視船が警告した。記事で紹介したように日本政府は抗議を行っています。これは口だけの抗議ですが、もちろんやらないよりはやっている方が正しいことです。しかし、中国に対してこうした口だけの抗議が果たして役に立つのかといえば、全く役には立ちません。これは過去の日中関係の推移を見ても明らかです。中国側は、ここは我々の土地なんだから、その中において日本側の漁船が動き回ることは目障りだとばかりに追いかけたというのですから、完全な開き直りです。さらに言えば、中国の報道官はこうした日本側の対応に対して不快感をあらわにして問題を大きくするようなことをするなとかえって日本側に対して抗議しているような状況です。中国側は日本の抗議というものを全く気にしていないのです。このように日中の政府レベルにおいては中国側が何を言われても全く気にしない。一方で日本も口だけの抗議しかできないというような非常に歯がゆい状況に陥っています。では、こうした中国側の動きに対して日本は一体何をすべきなのか、答えは前からすでに分かっていることです。それはどこかの島を整備して人を配置することです。どんな形で人にいてもらうのかというその方法論については様々あって、例えば自衛隊を配置する、もしくは海上保安庁の人を配置する、もしくは米軍を引き込んで米兵にどこかに駐留してもらうなど様々な案があります。もちろんここに挙げたようなものだけではなく、警察やもしくは民間人を住まわせるといった案も有力案の一つです。どのような方法案にするにしても、結局一番大事なのは、そこは日本領ですよということを非常に明確化することです。決して無人島のままにして放置して、ここは日本の行政区なのですよというそうした口だけというのは非常に頼りないものがあり、中国側はそのことについて全く無視する可能性が非常に強いことは、今回の動きからも明らかです。尖閣諸島の島々においては湧き水のような水源というものがないということもあり、水を確保するためにも海水を処理するための施設が必要です。そして安全に上陸するためにも、そして物資を運ぶためにも港が必要でしょう。予算を確保することができれば空港の整備なども埋め立てで行うべきでしょう。建物だっていくつも必要となるでしょう。そしてこのような施設を作るためにも島を埋め立てて大きくし、住みよい環境を作るというのも一つ重要なアイデアです。日本側がこうした動きをすると中国側が報復行為に及び、それが中国に進出している日本企業に対して多大なダメージを与えるからやめるべきだ。もしくは国際関係を緊張させるようなことを日本側がすべきではないといった意見もあります。しかし私はこれに明確に反対すべきだと思います。確かに何らかの報復行為は起こるでしょう。例えば中国国内において反日デモを中国共産党が先導し、進出している日本企業に対する嫌がらせや工場に対する焼き討ち、もしくは中国に行っている日本人の現地社員などが言われのない罪で投獄されるといった可能性は十分起こり得る話です。しかし、中国側のそうした脅しに屈するのであれば、結局は中国側に対して悪い学習をさせてしまうことになります。日本は脅せば屈する、そういったことが歴史上の1ページとして刻まれれば、当然のように中国は次からも同じことを繰り返し、より多くの要求をするというのは明らかです。日本政府は事前に我々が行動を起こすことによって中国が報復行為を行う可能性が非常に高い。だからこそ中国に進出するということは全てを失うことを意味するかもしれない。そのような危険性があることを経営判断としてしっかりと考えてくださいと注意すべきです。その注意を行った上で中国に進出や投資をするのであれば、それこそ経営者として責任追及されるのは経営者の側であって日本政府の側であるべきではありません。もちろんそうしたことを政府が言うのであれば、拠点を日本に戻すための政策的なお金の面について手当てはするべきでしょう。そうした事前説明や根回しをした上で行動に出れば、それによって起こる被害というものをある程度抑えることができます。世界を見渡せば、こういったお隣同士の国々において争いが起こるというのは別に珍しい話ではありません。そして、どのような国々においても共通していることがあります。それはお互いの主張をはっきりとするということです。
どちらかが屈すれば、どちらかの一方の主張が通るというのは当たり前のことであって、そのようなことにならないようにするためにも、しっかりと主張し、そして主張が通らない、話し合いが通じない相手であるならば、行動をするというのも、これも当たり前の反応なのです。そして、そのような種類のいざこざがあったとしても、両国の首脳会談が行われ、双方のトップが笑顔で握手し、経済問題などについて会議を行うといったことも別に珍しいことではありません。そのように、上っ面では笑顔で挨拶し、話し合いを行っていても、見えないところではお互い足元では蹴り合っているようなことがあっても、それは日常的な国際関係なのです。日本はそのようなことについて恐れる必要はありません。日本政府は日本国民に対して我々の行動には一切非がないということをしっかりと訴えかけることによって中国が何か報復行為をしたとしても日本人がそれに一致団結して非難するような形に持っていくことこそが非常に重要だと私は思います。ちなみにこの先はちょっとした余談なのですが、この人を住まわせるというパターンの中において民間人が住むというのも一つの案です。人が住んでいれば、それに伴って様々な施設や様々な行政の管理というものを行わなければなりません。その口実を理由として様々なものを整備する。こういったパターンが尖閣諸島の実効支配というものを強める面もあるのです。そして、尖閣諸島といえば沖縄本島からもかなり離れていて、一体誰があのような場所に住むのだというふうに考える方もおられるでしょう。そうした意味では私などは尖閣諸島に住むには非常に適している人物だと思います。例えば、インターネットの環境をしっかりと整備してもらえれば、あとは自分のパソコンを持ち込んで、そこで仕事ができるわけですし、このようにして動画を作ることなども可能です。もはやインターネットというものがあれば、こうした物理的な問題についてはかなり解決することができます。もちろん実際に住むとなれば、住む場所をしっかりと作ってくださいねであるとか、それこそ通販したものが届くように物流の確保などもお願いしなければならないわけですが、そういった諸条件さえ満たしてくれれば、私は尖閣諸島のどこかの島に住所が移ったとしても、出して気にすることはないかなと思っています。何はともあれ、中国の行動について抑えることができるのは口ではありません。どのような言葉を浪したとしても、中国は自分の動きというものを変えることは決してないでしょう。そうした意味において、日本政府が行うべきなのは行動です。皆さんはこの問題に対してどのようなことを考えるでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。